んこんにちは。レイテノールの杉山です。今日もすっぴんスタートで申し訳ないんですけど、何をするかっていうと、今日は皆さんからのコメントで多いものの一つにおすすめの美顔器ありますかっていうのなのね。私美顔器マニアなんですよあんまり言いたくないんですけど、美顔器マニアなんですよ。だからこれはいいと思ってお店でオプションとかのメニューに、ね、してるものもあるぐらいですから、悪くないよね。美顔器だっていいものもたくさんあります。なのでちょっとその中の一つ、例えばですけれども、これ機械何かっていうと、これらの機械結構良くて、実は家庭用の美顔器の中では結構高いです。1台12、3万するのかな。ミスアリーボっていうんですけど、7年ぐらい前なのかな、初めて出てきた時は美容業界は結構騒然とした感じなぐらい大ヒットしました。今でも十分ね、全然使えます。何の機械かっていうと、エレクトロポレーションって言って、イオン導入器とか超音波導入器とか美容液を導入する機械ってありますよね。イオン導入器だと分子量の小さいものしか入っていかないんですね。ビタミン C とか代表的なものはあまり分子量が大きいものは入らないんですね。イオン導入器って微弱電流を体に通して、そして皮膚のバリアゾーンの電気バリアを一時的に崩して美容液を中に導入しようっていう機械ですよね。で超音波導入器もそんなような感じで、超音波の力でもって強固なバリアゾーンの外壁の守りを少し崩して、こう震わせた時にこう中に少しでも引き込もうっていうのが超音波導入器ですよね。あの2つはでもあんまり分子量の大きいものは中に導入できないんですけど、で登場したのがこのエレクトロポレーションっていう機械。もうちょっと深いところまで入って、もうちょっと分子量の大きなものまで引き込む力があります。なので本当にこれね、1台12、3万ですよね。家庭用の機械としては高いけど、エステサロンで使う機械としてはすごい安価、安いんですね。これが出た当初はこれ1台でサロンをオープンした人もいるぐらい、すごいセンセーショナルな機械でした。家庭用の機械っていうと大体数万円から高くても12、3万円ぐらいまで、住み分けが大体あるんですよね。美容クリニック、エステサロン、家庭用の美顔器。美容クリニックって言ったら数百万から数千万円台の機械が入ってきますよね。それはそういう機械はもうエステサロンには出力の違いでも入ってこないのね。エステサロンは5、60万から100、30万、ラジオ波とかっていう高い機械だと200万、300万っていう機械があるんですけど、そのぐらいなんですよね。2、300万ぐらいまで。で家庭用の美顔器っていうと数万円から高くても12、3万ぐらいまでかなっていう風に、結構金額でね住み分けができてるかなと思うんですけど、このねリボンのこれ1本でエステサロン開業した人がその当時いたぐらい結構優秀な機械だったんですよね。でのお店でも今はもっとハイスペックのエレクトロポレーションのがっちりした機械を何十万もするの入れてますけど、当時はこれをオプションとして使ってたこともあるぐらいなんです。で私ちょっとエステティシャンがあんまり機械を変な話そんな推奨はしないんですよ。いろいろありますよね。プライドもあるし。でもだからね、私こんな機械の会社からは一銭ももらってないし、この機械とかをうちからは買えないようになって一銭ももらってないから最初に言っときますけど、ただ皆さんが知りたいんだったらいいよっていうものをちょっとご紹介したいなって思っただけですので、ちょっとプレーションやってますね。これの機械面白いところは、美容液を導入できるのもそうなんですけど、これ必ず美容液がツルツル滑る美容液が介在しなきゃいけないんですけど、化粧水つけるじゃないですか。でこうやるともう分かりますか、このなんかね EMS って言って筋肉運動をさせるものが一緒に搭載されてるんですよ。この光もそうだけど、いろんな色に光る光もこれはこれでまた面白いけど、それもそうだし、ポレーションの美容液を中に引き込む力も面白いし、さらにこの体感として、私勝手に目閉じてるんじゃないんですよ。機械運動させられてるんだ。筋肉運動させられて目が開かないんです。例えばこういうところにやるともう分かるかな、こうやって勝手に筋肉が動くのが分かりますか。勝手に筋肉がすごいんですよね。これめっちゃすごいんですよ。面に行けばこのぐらいにっていう、これをやりながら
入れたい美容液を入れていく。で入れたい美容液がこれね、使う時にもしお持ちになってる方やこれからご購入を検討されてる方はすごいこれ大事なの。フォーレーションって結局何でも入っていっちゃうんですね。基本的にすごい注意点が一つあって、結局何でも入っていっちゃうから、パラベンとかエタノールとかああいう化粧品には必ずと言っていいほど配合されているんですけど、で塗るだけでも私はエタノールとかパラベンが入ってるものは避けます。使いたくないです。でもどうしてもそのエタノールやパラベンがないと腐っちゃうから、化粧品が。だから必ず防腐剤として入れているんです、どこの化粧品でも。でもそれが塗るだけでも、やっぱ譲って仕方ない、我慢しようかっていう塗るだけでもそのぐらいの成分が中に入っちゃうことによるトラブルがすごい多いです。だから使う溶剤をすごく重要視した方がいいです。使う溶剤には私は本当にこの機械ドクターリセラの機械じゃないし、ドクターリセラからこういう機械は出てないんですけど、相性として化粧品はリセラの化粧品すごいいいと思う。なぜかっていうと、ここの化粧品さ、パラベンもエタノールも一切入ってないんですね。もちろんその絶対入ってほしくないな、速効酸とかさ、ああいったものも絶対入ってないから、とっても相性がいいんでね。こういう陶器の雫っていうすごく人気の美容液があるんですけど、これはとろみがついていてお肌がもっちりふっくらするのですごい人気なんですよね。なんかこういう風にスポイトに、なっていて、ここからスポイト1本分ぐらい取りますよね。結構とろっとしてて、でこれをね塗って、そして化粧水でもお水でもいいのでかけながら、毎回美容液ばっかつけてたら美容液すぐなくなっちゃうから、それでこういう風に導入するでいくと、でちなみにもちろんすっぴんです。私今日すっぴんスタートなんで、これ化粧の上からはできないので、化粧品も一緒に中に引き込んじゃってトラブルの原因になるから気をつけてくださいね。で首のシワとかも気になる人はこの首のね、こういう美容液たっぷり塗りつつ、水かけつつ導入していく。手とかも実はすごくいいです。私前陶器の雫を手の甲に左手だけに塗って、でこのフォーレーションでもって導入してっていうのを1年続けたんです。そしたらすっごい右と左の手が全然違くなったんですよ。それがね本当にすごいなと思って、右手左手がねこういう風に導入したんですけど、右手左手が全然違うの分かりますかね。右手はそういったことしたことないで、こちらが1年間、こっちの方がねとにかくシワシワっぽいの。こっちの右手の方が陶器の雫も立派な美容液だし、導入するのはねこういうのに導入するといいかなと思います。であとねリボはちょっと高いけれども少し小型版になってこういうのも出ました。これベガスっていう機械で、これもなんかお気に入りで、これもねこういう風に EMS が入ってるからさ、わかりますかね。これなんか勝手に動いちゃってるよね。目の下とかにも美容液をたっぷり導入する。ほうれい線もっていうね、エレクトロポレーションと EMS が合体した機械。これはいくらぐらいだったのかな、5、6万かな。 LED はついてないです。こういうふうに LED はついてない。LED は LED でね、光の屈折率を利用して、赤い色は深部まで届くから張りを出すとか、青い色は鎮静効果があるとか、そういう風にライトセラピーって聞いたことある人いるかもしれないけど、光のね屈折率を利用してお肌にアプローチする手法があるんですけど、それも搭載してから、アリボ結構優秀ですよね。でベガスはもうちょっと手軽に美容液を導入しながら筋肉運動もさせていってっていう、やりすぎは禁物ですけど、これはこれでもまたすごい気持ちいいです。で首筋とかもねできるし、これ最初の頃はうちにもうちょっと高度な機械が入る前はこれを言うのでオプションで2000円とかで美容液導入をやってたりしました。機械もすごく進化してきてるから
すごくいいんですけれども、さっき言ったようにポレーションは美容液精査してください。裏面見てできるだけパラペン、エタノール関係入ってない方がいいです。リセラだけじゃないですよ。例えば真面目に化粧品作ってる会社ではこういう風に、これはリセラさんのじゃないんですけど、石油系合成界面活性剤不使用、防腐剤もパラペン、エタノール、フェノキシエタノールも不使用、無香料無着色。これはね、サイエンスサプリさんのピクノルージュってピクノジェノールが高配合された美容液です。ピクノジェノール自体がすごい抗酸化作用があるので、これもこれですごくいい。こういうね、添加物があんまり入ってない美容液を使うっていうことが大事ですね。これはもうリセラさんだけど、これはプラセンコンプレックスっていう美容液ですけど、もう裏面見てもらえば分かるけど、すごく水と BG とアロエベラとカッコンエキスとクロレラしか入ってないんでね、もうすごい、だから私これもすごい大好きなんですけど、これもすごくいいです。総合的に真皮がふっくらするとかもっちりするとかで、使った感触がすごくいいのはこの陶器の雫がすごい人気です。これをつけるだけでもいいんですけど、こういう風に導入するとね、このもっちり感がすごい良くなると思う。エレクトロポレーションについてちょっと今日はお話ししてみました。イオン導入や超音波導入よりももうワンランク上っていう感じですかね。まあ楽しいよね、美顔器もね。ちょっと普段のお手入れにワンランク上のね、パックだけじゃ物足りないかなって思った時に、なんか欲しいなって思った時にあると楽しいなっていう、そのぐらいの位置づけですけど、意外に優秀なので。ポレーションについては何度も言いますけど、美容液の成分だけは気をつけてくださいね。トラブルの元なので。あとオイルが入ってるものはこれ本体が壊れちゃうから、オイルがちょっとでも入ってるものはもう絶対使っちゃダメですよ。はい、というわけで今日はこの辺で。それでは皆さん、さようなら。